皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による日本の領海への侵入宣言について取り上げていこうと思います。今回紹介する記事というのがまさにそういった内容なわけですが、簡単に言うと、中国は日本の領海である尖閣周辺に中国の漁船多数を引き連れて、今後侵入することを日本の政府側に対し匂わせたというのです。彼らにしてみれば、尖閣諸島というものは中国固有の領土であり、その周辺の海というのも当然中国の領海であるというそういった考え方をしています。ですから、そうした海であれば中国の漁船が入ってきてそこで操業することに何ら問題がないというのが中国側の主張です。このような主張が一体どのような意味を持つのか今回は解説を行っていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。中国、漁船群の尖閣領海侵入を予告、日本に止める資格ない。中国政府が日本政府に対し、尖閣諸島周辺での多数の漁船による領海侵入を予告するような主張とともに、日本側に航行停止を要求する資格はないと伝えてきていたことが2日分かった。16日に尖閣周辺で中国が設定する休漁期間が終わり、漁船と航船が領海に大挙して侵入する恐れがある。日本の実効支配の切り崩しに向け、挑発をエスカレートさせる可能性もあるとみて、日本政府内では危機感が高まっている。大挙侵入予告といえる主張を伝えてきたのは、7月2日から5日に中国公船2隻が尖閣周辺の領海に侵入して操業中の日本漁船1隻に接近し、平成24年の尖閣諸島国有化以降で最長の39時間以上も領海に留まった時期だ。中国政府当局は、日本の海上保安庁は尖閣周辺で1隻の日本漁船すら航行するのを止められなかったと批判。数百隻もの中国漁船の尖閣周辺での航行を制止するよう日本が要求する資格はないと述べた。日本政府高官はこの主張を異種返しの意思表示で休漁明けの挑発を正当化する布石だと指摘する。尖閣周辺では28年の休漁明けに4日間で延べ72隻の漁船と延べ28隻の航船が領海侵入した。30年以降は中国当局が尖閣周辺に漁船が近づかないよう指示していたとされる。今年は4月に予定していた中国の習近平国家主席の来日の延期が3月に決まると、4月14日から尖閣周辺で航船が確認され続け、今月2日も接続水域を航行。111日連続の確認で国有化以降で最長の連続日数を更新している。中国政府は5月8日から10日に航船が領海に侵入して日本漁船を追尾した際には、中国の領海で違法操業している日本漁船を法に基づき追尾監視したとの見解を示した。法執行を強調することで尖閣に対する日本の実効支配を弱め、中国の領有権主張を強める狙いがあった。漁船の大挙侵入予告にも同じ意図がある。尖閣をめぐり、日本政府が存在しないとする領有権問題が存在し、日中が対等な立場にあると喧伝するため、異種返しとして漁民に領海侵入を促し、航船も随伴させる可能性があり、休漁明けを前に海保と国境離島警備隊を4月に新設した沖縄県警は警戒感を強めている。挑発の新たな形態も懸念される。漁民らで組織される海上民兵の投入で、昨年7月にベトナムの排他的経済水域で航船とともに海上民兵船が活動した前例がある。今年6月の法改正で、航船が所属する海警局と海軍が同じ指揮系統で運用可能になり、尖閣周辺で軍艦艇と航船、民兵船を試験的に一体運用する機会を伺っているとの見方もある。日本政府高官は、航船の背後に控える中国海軍艦艇をマークしている海上自衛隊艦艇に加え、海事の哨戒機と空時の早期警戒機の飛行頻度を増やし、中国側が認識できるレベルまで警戒態勢を引き上げるべきだと指摘している。ニュースの中心は尖閣諸島なわけですが、一歩引いた視点から見ると中国軍の動きというものがあります。尖閣領海侵入時にミサイル艇展開、中国軍が海警局と連携。中国海警局の巡視船が尖閣諸島の領海に侵入する際、中国海軍のミサイル艇が巡視船に連動して台湾付近に展開していることが1日分かった。中国本土ではミサイル部隊が展開していることも判明。周辺海域を警戒する海上自衛隊の護衛艦を牽制する狙いがあるとみられる。政府関係者によると、
ミサイル艇は中国海軍の東海艦隊所属とみられ、海警局の巡視船が領海侵入するのに合わせて航行。通常の軍艦に記されている艦番号がなく、小型で海洋迷彩の塗装が施されている。これと同時に中国本土では移動式発射台に搭載された地対艦ミサイルが展開している。政府関係者は領海侵入時になると普段はいないところに地対艦ミサイルがいると説明する。一連の動きは2018年頃から顕著になったという。中国政府は同年7月、海警局を軍の指導機関にあたる中央軍事委員会傘下の人民武装警察部隊に編入した。ミサイル艇や地対艦ミサイルの展開は、複数の軍種と海警局が一体的な指揮の下で統合運用されている可能性を示すものだ。海警局は巡視船の大型化を進めており、軍艦並みの機関砲を搭載した12000トン級も配備。防衛省は中国海軍の艦艇を回収した巡視船も配備されていると分析している。今回の記事のポイントの一つ目は、ここで出てくる中国海警やもしくは漁船については一つの軍事組織の動きと考えた方が良いでしょう。記事の中でも触れられていますが、指揮系統を一本化し、これらを全体を統括して運用する、そうした訓練の一環だというふうにも十分考えられます。もちろんこの中においては、背後に軍の動きというものが連動していることからもわかりますが、彼らは尖閣諸島に対する威嚇というものを弱めるつもりは全くないでしょう。中国海警という言葉を聞いて何か警察組織なのかな、海上保安庁と対になるものなのかなと思われる方もいるかもしれませんが、これは看板に偽りありです。中国海警といっても実質的には軍の下部組織であり、その武装というものは軍には劣るものではありますが、軍事組織の一員だと考えた方が良いでしょう。そして、漁船についてでも同じことが言えます。もちろんここで出てくる漁船というものが全て軍人が乗っているかといえばそういうわけではないでしょう。地元の漁民たちもたくさん引き連れてくるはずです。しかし、その中においても必ず軍服を脱いで実際には漁船に乗って彼らを指導するもしくは軍とのつなぎ役をする、そうした役目をする人たちもいるでしょう。このような民間人を偽装した軍人が乗った漁船というものも必ず紛れ込んでいるはずです。そして彼らは軍の指導のもとに中国海警に守られて、そして尖閣周辺における漁というものを行い、それによって中国領の海であるということを既成事実化しようとしているのです。そしてポイントの2つ目はこの中国の海だという主張についてです。中国側は尖閣諸島について中国固有の領土であるということを宣言し、それに基づいてその周辺の海というのは当然自国の海なのであるから、そこで漁をすることは何ら問題ないという立場です。そのために尖閣周辺で日本の漁船が操業しようとすると、この船を追いかけるのが中国の公船なわけです。そして中国側は日本側に対して、一体なぜ中国の海に対して日本の漁船が入ってくるのだ、このような動きをなぜ止めないのかといった形で日本政府側に批判をするわけです。これは明確に間違った主張です。尖閣諸島が中国領土であったということは歴史上一度としてないからです。ですから、これほど明確な侵略の意図を宣言しているということを日本人はもっと認識しなければなりませんし、テレビ報道などもこのことについてもっと明確に中国を批判する番組などを作るべきだと私は考えています。そしてこのようなあからさまな侵略の意図を明らかにしている宣言について、中国側はこれを引っ込めるという可能性はもはやないでしょう。ですから、中国側がどのような反応をするかといったことを気遣う必要など日本側にはありません。もしも日本国内において中国側を気遣うべきで忖度すべきだというような勢力がいるのであれば、そのような親中派をしっかりと日本の政治の中枢から排除する、そうした動きこそが今の日本政府には必要でしょう。そして次のポイントは、中国海警と漁船による組み合わせによって尖閣周辺で漁をするというこの現実性についてです。おそらくこのお話は脅しではなく、実際にしたとしても何ら不思議がない、そういったシナリオです。最初にも述べたように、中国海警とプラス漁民、この組み合わせというものは軍の一貫した作戦行動の一環だと十分考えられます。中国海警の船に守られる形で、多数集まる形で尖閣周辺に侵入してくる可能性というものは十分にあります。なぜそのようなことを考えられるかといえば、これまでの日本というのは尖閣諸島周辺に中国の公船が居座り続けていたとしても、何ら行動は起こさず、口だけの抗議しかしなかったからです。つまり、日本側は行動しないんだなということが、これまでの実績として積み重なってきたからです。
ですから何もしないということを確かめた上で、じゃあもっとできるなというふうに段階がエスカレートする、そのようなことを招いてしまったのです。そして何もしないということは当然のように、いくら中国の船が大量にやってきたとしても、そこで漁をしていたとしても、日本側は手を出さないというのが彼らの計算なのです。そのような違法操業がまかり通るようなことになれば、それこそ日本政府の主張である尖閣諸島は我が国の領土、領海であるといった話については、力を失い、むしろ中国側の我々の領土だといった居座りの方こそが既成事実化されてしまう危険性があります。そして最後のポイントは、日本政府は何をすべきかということです。中国側が多くの漁船とともにこの海域に侵入し、普通に漁をするということがある程度シナリオとして分かっているのであれば、これに対する対応を準備しなければなりません。それこそ100隻だろうと200隻だろうと、これらの漁船というものが違法操業であることが明らかなのですから、これらについて操業をやめさせるために、拿捕するための準備というものを進めなければなりません。もしも彼らの違法操業というものを全く放置するというのであれば、それこそ自国の海であるにもかかわらず何ら管理をしない。そして中国が好き勝手やることを許すということが、もしも一度でも許されるのであれば、今後も続くことになります。2度目、3度目というものは当然起こり得ますし、そのようなことになれば、尖閣周辺というものは日本の海ではなく、中国の海として既成事実化されてしまうのです。そのような状況になれば、日本の漁船がこの周辺での漁をすることは非常に危険を伴います。それこそ中国側の海警によって拿捕される危険性があるからです。ですから、そのような形で段階的に日本側が追い込まれることを防ぐためには、何としても漁船が大量にやってくるというのであれば、それらについては必要であれば銃撃を加えるなどといったそういった措置も必要だと私は考えます。銃撃を加えるといった話をしましたが、こういった話をすると危険な行為であり、あたかもありえない話をしているかのように聞こえるかもしれません。しかし、アメリカであろうとロシアであろうと東南アジアの国々であろうと南米の国であろうとも、自国の海を荒らされてそれを見過ごしているという国はむしろ少ない方でしょう。それぞれの国における取り締まり能力というものはもちろん差があるわけで、それらの監視の目をかいくぐって違法操業する船はあるでしょう。しかし、そのような船を除けば、少なくとも捕捉された船については、違法操業というものは取り締まりの対象であり、その際に逃れようとするのであれば、警告射撃などは十分に選択肢のうちであり、決してやってはいけない行為ではないのです。むしろ、そういった選択肢が全くない国の方が、むしろ異常だと言えるのです。なお、ここで言う銃撃とは、違法操業をやめない船に対する警告射撃であったり、もしくは逃走を図った船に対するエンジン等への攻撃であり、決して船員を狙ったものというわけではありません。そして記事の中にあったような中国公船に守られた形で中国の漁船というものが尖閣周辺で違法操業を行い、しかもそれに対して日本側が一切取り締まりを行わないといったような状況がもしも今後続くことになれば、防げるための時間はあったにもかかわらず何も手を下さなかった、そういった意味でみすみす侵略を許した首相として安倍首相の名前が歴史の教科書に残ることになります。そんなことにはならないように日本政府は今からでも何の効果もないことがすでに実証されている口だけの抗議ではなく、尖閣諸島に施設とそして人を常駐させるという行動こそ、まず第一歩として行うべきでしょう。そのようなことがなければ、今回指摘したような最悪の状況へと進んでしまいます。私のような一般人でもわかるような解決策なのですから、速やかに政府は実施に向けて進めるべきです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。